君は将来有望だと期待していたんだが、こんなに愚かな行動をするとは思わなかった。君の処分は後日社内会議で決定するよ。待ってください。本当に俺じゃないんです。身に覚えのない罪で一生懸命勤めていた会社を解雇された。まさかこんな形で解雇されるとは思わなかったな。途方に暮れた俺は近所の定食屋である男の子と出会った。少し日が長くなってきたとはいえ、まだまだ夜は冷える。なのにその子は真っ白なパジャマ姿だった。上着すら着ておらず、店先のメニューを見上げていた。君、一人？体調が悪いのかと思って声をかける。案の定、寒さからなのか、ガタガタと震えており、顔色も悪い。この出会いが、俺と彼の人生を明るい方向へと変えていくことになろうとは、この時の俺は知る由もなかった。俺の名前は宮地直人、27歳。最近上り調子のおもちゃメーカーで働いている。小学校から大学まで田舎にある実家から通い続け、就職を機に都会へ初めての引っ越しを行った。ものづくりの会社に勤めたいと漠然とした思いで就職活動をしていたとき、説明会で今の会社に出会った。社長の学歴ではなく個人の能力そのものに価値を見出したいという言葉に衝撃を受けた。というのも、就職活動を進める上で、地方の三流大学である俺は、大学名だけで履歴書を落とされたり、説明会の出席すら許されないことが多々あったからだ。一流の大学出身者しかいらないと暗に伝えてくる社会の実態を知り、三流ではあるが、一生懸命勉学に励んだ俺は、必要ない存在なのかと落ち込んでいた。そんな時の社長の言葉に当時知名度のなかった浜田玩具への興味をそそられた。この会社なら俺を必要としてくれるかもしれない。それからは就職活動にさらに熱を入れ、短い期間でどうにか自分の価値をアピールできるよう工夫に工夫を凝らす。こぎつけた面接では自分がこの会社でどんな思いを持ち、どんなおもちゃを作りたいのか、多少長くなってしまったが、懸命に伝えた。結果、俺の熱意が伝わり、無事、浜田玩具の企画、販売会員として入社することができた。しかし、入社した俺には学歴に対するコンプレックスがあった。いくら学歴を気にしない会社だといえども、同期たちはみんな偏差値が高いことで有名な大学の出身者ばかりだったからだ。だからこそ、学歴ではなく個人の能力そのものに価値を見出したいという会社の価値観を尊重し、俺を受け入れてくれた会社を失望させないためにも誰よりも努力した。休日はデパートや家電量販店に入っているおもちゃコーナーや他社のおもちゃブランド店舗に通い、流行をリサーチしたり、子供がいる友人にどんなおもちゃを買っているのか尋ねたり、市場調査や分析が日課となるほどだった。常におもちゃのことを考えていて、街で子供とすれ違うたびに、こういうおもちゃが好きそうだな、あの子が持っているフィギュアは新作だな、と考えるようになっていた。職業病だと思われるかもしれないが、俺にとっては苦ではなく、むしろ楽しいと思える時間だった。自分で調べ、考え、意見を出したものが形になる喜びを知ってしまったのだ。俺の仕事はたくさんの子供、そして家族を支えている。保育園や幼稚園、病院でも役に立っているのかと思うと、がぜんやる気が湧いてきた。やる気がそのまま業界研究、創作意欲に直結し、入社1年目から早速一つの企画を通すことができた。同じ部署のみんなは心から喜んでくれて、俺の成長を祝ってくれた。これからも頑張れ。何かコツを教えてくれ、と俺の力を認めてくれる。やはり社会に学歴は関係ない。社長の言っていたことは正しいんだ。
と思っていたが、俺の周りにいるとある一人は、そう思っていないようだった。入社して3年が経ち、独り立ちして少し経った頃、俺はある大きな企画のメンバーに選ばれた。みんなが応援してくれる中、俺にだけ聞こえる声で、ある男が言った。三流大学卒だから、みんな気を使ってくれてるだけだって気づかないのかな。彼は同期の西川。誰もが知っている名門大学卒で、父親は政治家の超エリートだ。自分が由緒ある家系であることを誇りに思っており、よく自慢話を聞かされる。そして、その時に決まって、俺たちは頭の悪い奴を眼中に入れないというのだ。つまり、完全な学歴主義者なのである。そんな彼にとって、三流大学卒で仕事がうまくいっている俺は気に食わない存在らしい。ことあるごとに、こうして嫌味を言ってくるのだ。最初は無視をしていたが、もちろん心は傷ついた。努力して手に入れた功績を、いつも偶然だという。自分より偏差値の低い大学出身者というだけで、なぜ馬鹿にされなくてはいけないのだ。大切なのは、どこで学んだかではなく、何を学んだか。そして、学んだことをどう生かすか。社会に出て身に染みたというのに、西川は馬鹿の一つ覚えのように、学歴がと繰り返す。もう慣れてきた。だからこそ、反論する余裕も生まれ始めた。気を使ってるだけなら、このプロジェクトに入れるなんて、リスキーなことはしないんじゃない？西川は、俺が返事をする行為自体が不愉快だとでも言うように顔をしかめた。じゃあ、自分に実力があるとでも思っているのか？自意識過剰なやつだな。三流大学のくせに。自信を持たなきゃ、プレゼンはできないよ。それに大学は関係ないんじゃないか。もう卒業してから3年も経つんだよ。俺が言うと、偉そうにとつぶやきながらスマホを突き出した。そこには、とある有名な企業で横領が発生し、社員が逮捕されたというものだった。この犯人も、お前と同じ大学卒らしいんだよな。金がなくていい大学に行けなかったやつなんて、所詮こんなものさ。その人と俺は関係ない。それに、お金がないからその大学を選んだとも限らないだろう。こういったニュースがあると、俺に関係ないものでも学歴がうんぬんと言ってくる。本当にうんざりだ。学歴にとらわれすぎて、根拠のない推測ばかりを口にするのだ。どうかな？お前だって所詮は三流。いつか取り返しのつかないことをしでかすんじゃないかと、俺は心配してやってるんだよ。だから、大学は関係ない。事件を起こすのは、その人個人の問題だろう。まずは俺よりも評価を上げてから言ってほしい。と思うが、火に油を注ぐであろうことは容易に想像できたので、やめておいた。そんな西川との件以外では、順調な社会人生活を送っていた。しかし、ある日、大事件が起こる。宮地くん、話がある。深刻な表情の部長に呼び出され、なんだろうとついていくと、スマートフォンを見せられた。画面には、SNS のアプリが表示されている。君が、取引先との機密事項を大声で漏らしていたと聞いた。は？これがその証拠動画だ。動画が再生される。場所はチェーンのファストフード店。音質も画質も悪く、話しているのが誰かはわからない。しかし、ひときわ大きく聞こえる声に、確かに今取り組んでいる大規模プロジェクトの機密事項の話が聞こえた。この話を聞いた他の客が動画を撮影し、SNS に投稿したらしい。今うちの営業部が取引先に謝罪に向かっているんだよ。この話をしているのが俺だと言うんですか？全く身に覚えがない。企画が始まってからこの店に行った記憶も、もちろん情報を口外した覚えもないのだ。音質が悪いせいで男の声だということしかわからないが、少なくとも俺ではない。この動画の中で話し相手が宮地と呼んでいる。この会社に宮地は君しかいないんだよ。待ってください。
それだけでこれが俺だと？他に誰がいるんだ？俺が認めないことに業を煮やしたのか、部長が怒鳴る。しかし、俺ではないのだから肯定のしようがなかった。君は将来有望だと期待していたんだが、こんなに愚かな行為をするとは思わなかった。君の処分は後日社内会議で決定するよ。待ってください。本当に俺じゃないんです。部長は聞く耳を持たず去っていった。俺が呆然としながら自分の席に戻ると、話はすでに社内に広まっていたらしい。宮地があんなことするなんて、とひそひそ声が聞こえた。大丈夫か？隣の席の先輩が心配そうに声をかけてくる。全くもって大丈夫ではない。俺は正直に首を横に振った。俺はお前がこんなことをするとは思えないよ。ありがとうございます。本当に身に覚えがないんです。そうか。先輩も SNS であの動画を見たんですか？ああ、西川が教えてくれてな。西川が？そういえば、普段 SNS なんてわからんと言っていた部長があの動画を自力で見つけたなんてありえない話だ。ああ、昨晩お前が帰った後だったかな。俺や部長に動画を見せてきたんだよ。まさか。先日西川にいつか取り返しのつかないことをしでかすんじゃないかと、俺は心配してやってるんだよ、と言われたことを思い出す。その取り返しのつかないことが、今回の件を指しているのなら、もしかしてあの動画は仕組まれたものじゃないのだろうか。俺は西川を探したが、出張だったらしく見つからなかった。何度も電話をかけても出ず、俺はただただ不安な気持ちのまま一日を過ごした。翌朝、例の動画はすぐに消されたが、内容が内容だけに報道番組で取り上げられたことを知った。ほとんど自主規制音が重なっていて、俺の名前も機密情報も音声には載っていなかった。しかし、すでに多く再生されていた動画らしく、SNS を見ると会社名まで特定されていたのだ。テレビの中では、コメンテーターたちが、情報リテラシーがなっていないだの、社員の教育をすべきだの、真実を知らず、勝手なことばかり言っている。俺は気分が悪くなってテレビを消し、生きた心地のしないまま出社した。席に着くや否や、部長に呼び出される。君の懲戒解雇が決まった。自分は何もしていません。君を訴えてもよかったんだが、これまでの貢献に免じて懲戒解雇で許されるんだ。ありがたいと思いなさい。そんな、結局、俺の話は聞いてもらえず、機密情報の漏洩をしたとして、即日解雇が決まってしまった。どうすることもできず、自分の席を片付けていると、西川が近づいてくる。お前クビなんだってな。しかもとんでもないことをしでかすなんて、お前みたいな人間に、うちはふさわしくないと思っていたんだよ。実に嬉しそうに話しかけてくる。俺は怒りでどうにかなりそうだった。しかし、ここで手を出してしまっては、本当に罪を犯すことになる。ぐっとこらえ、西川に尋ねた。お前があの動画を作って、SNS に流したんだろ。おいおい、証拠もないのにそんなこと言うなよ。これだから三流大卒は。肩をすくめ、馬鹿にしたように見下ろしてくる。何か証拠をつかむことができれば、と考えたが、すぐには思いつかない。結局何もできずに、俺は会社を去るしかなかった。まだ明るいのに、とぼとぼと自宅への道を歩く。まさに失意のどん底。これからどうすればいいのか。すっぱり踏ん切りをつけて、新しい会社を探すべきなのかもしれない。しかし、前の会社を辞めた理由を聞かれたら、何と答えればいいのか。濡れ衣だとしても、それを証明できなければ、俺は情報漏洩をするような社員なのだ。雇ってくれる会社なんてない。このまま家に帰る気にもなれず、近所の公園のベンチに腰掛け、天を仰いだ。雲一つない、すっきりとした青空だ。
こんなに晴れやかな空の下で、俺は何をやっているのだろうか。スマートフォンで時刻を確認すると、昼の12時を過ぎたところだった。ぼーっとディスプレイを眺めていると、突然着信画面に切り替わる。驚いて落としてしまったが、地面に落ちる前に受け止めた。おっとっと。あれ、母さん？電話は母親からだった。珍しいことではないので、ためらわずに応答する。もしもし。なおと、今電話いいかい？うん、どうしたの？昨日あんたの家に米と野菜を送ったのよ。今日届くと思うから受け取ってね。ありがとう。お父さんが今年のトマトはツヤツヤだって喜んで収穫してたのよ。そうなんだ。父さんトマト好きだもんね。60歳を過ぎた両親が今でも現役で自給自足しているというのに。俺は会社から訳もわからずクビにされて何やってるんだろう。そういえば、あんたこの前お隣の山田さんとお話ししたんだってね。ああ。この間お孫さんが生まれたって聞いたから、どんなおもちゃ使ってるのか教えてほしくて。そうそう。山田さん言ってたわ。直人くんはとっても真面目で、仕事熱心で自慢の息子さんねって。あはは。乾いた笑いしかできない。たった今、不祥事でクビになったと聞いたら、母さんはどれほど失望するのだろう。母は昔から俺への教育に時間もお金もかけてくれた。一流企業に勤めている俺を誇りに思っているんだ。本当のことなんて言えるはずがない。あんた頑張ってるのね。でも頑張りすぎちゃダメよ。昨日お父さんがぎっくり腰になっちゃってね。もう大変なのよ。だから直人も無理しすぎちゃいけないんだからね。体を壊してからじゃ遅いのよ。俺はまだぎっくり腰にはならないよ。そんなんじゃダメよ。例えば風邪だってこじらせたら大変なんだから。母さん看病に行けないし。そうだね。気をつけるよ。何かあったらすぐに電話しなさいよ。都会に住んで気疲れしてるだろうしね。言葉に詰まった。心配してくれる母親がいる。俺は一人じゃないんだ。味方がいる。でも心配はかけたくなかった。ありがとう。今から仕事だから、それじゃあ。電話を切ったと同時に涙が膝に落ちた。不覚にも泣いてしまった。バレていなければいいが。ハンカチで目元を拭い、立ち上がってぐいっと体を伸ばす。いつまでもうじうじしていられない。できることをしなければ、俺はすぐに家へ帰り、今後の転職活動へと気持ちを切り替えた。夢中でパソコンにかじりつき、気がつくと夜の9時を過ぎている。もうこんな時間か、と気がつくと、同時に腹が減った。冷蔵庫の中に食材がなかったので、近所の定食屋で夕食をとることにする。あれ？定食屋は路地にあるのだが、なかなか評判の店だ。昼時には路地を出て、大通りまで行列ができるほどである。今日は何を食べようか、とメニューを頭の中に浮かべていると、入り口の前でうずくまっている男の子を見つけた。少し日が長くなってきたとはいえ、まだまだ夜は冷える。なのに、その子は真っ白なパジャマ姿だった。上着すら着ておらず、店先のメニューを見上げていた。君一人？体調が悪いのかと思って声をかける。案の定、寒さからなのか、ガタガタと震えており、顔色も悪い。お父さんかお母さんは一緒じゃないの？首を横に振っている。迷子なのか、家出なのか。警察に連れて行こうかと思ったとき、男の子の腹が大きな音を立てた。ぐー。お腹すいた。突然ポロポロと泣き出してしまったので、さすがに慌てる。子供と接した経験はほとんどなく、こういう時にどうすればいいのかわからない。
この店でよかったら一緒に食べる？いいの？さすがに空腹の子供をそのままにはしておけない。俺は店の扉を開けて手招きした。もちろん、お腹いっぱい食べな。席について好きなメニューを注文させる。向かいに座って男の子をよく見ると、とても腕が細い。いや、全体的に細かった。生まれつきの体格というより、病的な細さである。しかし、怪我やあざの跡は見えない。誰かから逃げてきたというわけではなさそうだ。君、名前は？注文を終えた男の子に尋ねると、男の子は泣いて真っ赤になった目をこすりながら言う。秋広。秋広くんだね。俺は宮地直人。自己紹介をし、その後、秋広くんの涙を拭いてやる。落ち着いた頃に料理が運ばれてきたので、食べながら尋ねることにした。秋広くんは一人であの場所にいたの？うん。勝手に家から出たらダメだから、こっそり抜け出してきたんだ。家から出たらダメって？僕、生まれた時からずっと病気なの。だから、家の中でおとなしくしなきゃいけないんだ。なるほど。彼が細く見えたのは病気のせいか。消化にいいものしか食べてはいけないのかもしれない。そう思うと同時に、今好きなものを注文させたが、大丈夫だっただろうか、と心配したが、秋広くんが注文したのは、ドリアだった。これくらいなら大丈夫だろう。じゃあ、どうして家から抜け出したんだい？僕、きっといらない子だから。え？思わぬ重い話に、パスタを巻き取るフォークの手が止まる。いらない子。やはり、家庭環境が複雑なのだろうか。僕、ずっと病気でみんなに迷惑かけてるし、お母さんは世話なんてしたくないって出て行っちゃったの。去年新しいお母さんが来たんだけどね。またどこか行っちゃうかもって思うんだ。そうか。お父さんは？すると、秋広くんは少しだけ笑顔になっていった。お父さんは優しいんだ。僕に勉強を教えてくれるし、絶対に病気治るよって応援してくれて大好き。だけど、最近お仕事が忙しいみたいで、いつも疲れてるんだ。それは心配だね。うん。僕みたいに病気になったらどうしようって思って、お父さんの会社がニュースに出たんだ。何か良くないことがあったんだって。ニュース。俺は自分の身に起こった苦い出来事を思い出す。身に覚えがない動画が拡散されて、ニュースに取り上げられたこと。うちの他にも不祥事を起こした会社があったのだろうか。それでね、お父さんがお仕事してるそばで頑張れって応援しようと思ったの。お父さんはいつも僕を励ましてくれるから、僕も励ましたいんだ。どうやら父親に懐いているらしい。父親が好きだからこそ、母親の時のように見捨てられるのが怖いのだろう。だから、お父さんの会社に行こうと思ったの。家から出ちゃダメって言われてるから、こっそり出てきたんだ。でも迷子になっちゃって、スマホは忘れてきちゃったし、交番に行ったらお父さんにもっと迷惑かけちゃうでしょ？だから、どうしようって思ってたら、寒くなってお腹も空いてきて。それで、店の前にいたんだね。うん。うつむいた秋広くんの声は弱々しくなっていた。現状を整理し、この状況が良くないと分かっているようだ。もう夜だし、きっと僕がいないことにお父さんも気づいてる。心配かけて、やっぱりいらない子って思われる。僕何やってもうまくいかないや。ダメだな、本当。この子は、親の顔を気にしすぎてしまっているんだろう。俺の周りには、門限を気にせず遊びまくって、よく親に怒られている友達もいた。その中で俺は、しっかりと指定された時間には家にいた。どうしても、友達よりも、親の顔色を気にしてしまうのだ。もちろん、それが悪いわけではない。だが、何事にも限度がある。
その気持ちわかるよ。え？俺みたいな大人になってもね、親からどう思われてるか気にしてるんだ。子供の時からずっと。その時、チカチカとスマホの画面が光った。母からのメールだった。急用かと思い、開封すると、思わぬメッセージが目に飛び込んできた。昼間の電話では言わなかったけど、直人、辛いことでもあったんじゃない？何かあったらいつでも帰ってきていいんだからね。母さんたちの顔色を伺って、無理してちゃ元も子もないんだよ。母さんにとっても、お父さんにとっても、直人は自慢の息子なんだから、胸を張って、直人がいつも元気でいてくれることが一番の親孝行だって忘れないでね。母さん。母は、俺の心情を察していたんだ。きっと今日電話口での様子がおかしいことに気づいたんだろう。それで、心配してメールをくれたのだ。そうか、無理しなくていいのか。お兄ちゃん大丈夫？秋広くんがおしぼりを差し出してくれる。そこで俺は自分が泣いていることに気がついた。ありがとう。こんな小さな子にまで気を使われてしまった。情けない。でも、もう無理するのはやめよう。よしよし。秋広くんの小さな手が俺の頭をあやすように撫でる。きっと彼はいつも父親にこうして励ましてもらっているのだろうな。きっと秋広くんの父親は息子を一番に思っている。それがわかるほどに彼の手は優しかった。君が病気だとかそんなこと関係ないと思うよ。落ち着いた俺は秋広くんを撫で返した。こんな優しい秋広くんを育てた君のお父さんに愛情が備わっていないはずない。そうかな。うん、君は大切に育てられた子だよ。いらないなんて言ったらお父さん悲しむぞ。俺は自信を持って言った。はにかむ秋広くんは俺の本気が伝わったのかぎこちなくもうなずいてくれる。食事が終わり店を出る。秋広くんを家まで送ろうとしたが、近くで女性が大声を上げた。秋広くん。え？俺たちの後ろには若い女性が立っていた。暗がりでよく見えないが、端正な顔立ちをしている。しかし、汗だくで髪は雑に束ねられていた。秋広くんが即座に気まずそうな顔をする。もしかして、秋広くんが言っていた新しい母親か？女性はその場に膝をつき、勢いよく秋広くんを抱きしめた。ああ、よかった。無事？心配したのよ。ごめんなさい。シュンと消え入りそうな声の秋広くんは、無意識なのか、俺のズボンの裾を掴んでいた。そのことでようやく女性は俺の存在に気づいたようだ。俺は尋ねられる前に名乗った。宮地直人と申します。秋広くんとはこの店の前で会いまして。僕がお腹空いてたから、直人お兄ちゃんがご飯食べさせてくれたんだ。勝手なことをしてすみません。かなり寒そうな格好で、お腹が空いていたとのことでしたので、本来は交番に行くべきでしたよね。そうだったんですね。いえ、本当にありがとうございます。この子は病弱なので、どこかで倒れているんじゃないかと心配していて、こんなに元気な姿で再会できたのも、あなたのおかげです。ぜひお礼をさせてください。ご連絡先を伺ってもよろしいでしょうか？お礼なんて。むしろ俺こそ、秋広くんに助けられたようなものだ。似た境遇の彼から元気をもらったのだから。秋広くんを助けていただいて、何もせずにお返しできません。でも、僕、また直人お兄ちゃんに会いたいな。秋広くんも、こう言ってますし。秋広くんの気持ちは、さすがに無下にはできない。俺は観念し、カバンからメモに使えそうなものを探した。持っていたカバンは、会社で使っていたものである。名刺があったので、その裏にプライベートの電話番号と住所を書いた。名刺自体は、もう使い物にならないだろうし、いいだろう。
女性は名刺に書かれた会社名をしばし見つめた後、後日必ずお礼に伺いますと頭を下げる。そして、秋広くんと共に帰っていった。若いお母さんだな。見た目は俺と同年代だ。秋広くんは8歳くらいだろうが、彼女が再婚相手なら特に不思議なことではないだろう。家に帰った秋広くんは大丈夫だろうか。新しいお母さんともうまくやっていけたらいいな。そんな風に考え、数日が経った。ある日の朝、目を覚ました俺は、日差しを取り込むべく、カーテンを大きく開ける。その時目に飛び込んできたのは、真っ黒な外車だった。俺の住むマンションの隣に止まっている。ごく普通の住宅街での異様な光景に目を疑っていると、インターホンが鳴った。浜田と申します。先日は、秋広様が大変お世話になりました。浜田、秋広様。先日の秋広くんとの出会いを思い出す。確かにお礼をと言われたが、秋広様とはどういうことだろうか。玄関の扉を開けると、スーツ姿の男性が2人立っていた。しかし、サラリーマンには見えない。どちらかというと、ボディーガードのような。宮地直人様でいらっしゃいますね。はい。突然の来訪失礼いたします。秋広様がお世話になったことで、ご主人様がぜひお礼をしたいと、本日ご都合よろしければ、お越しいただけますでしょうか。こうか不幸か、俺は今仕事に行っていないため、時間はある。うなずき、支度をすると、例の外車に乗せられた。秋広くんって、もしかして相当なお金持ちなのだろうか。その疑問は、すぐに解けることになる。俺が降ろされた場所は、高級住宅街の一番奥。どこが庭で、どこが山なのか、どこまでが敷地なのかわからない大豪邸だった。圧倒されている間に、応接室に通される。待っていると、現れた人物は予想だにしない人だった。社長。宮地くん、この度は、秋広が本当に世話になったね。俺が解雇された会社の社長。確かに名字は浜田だが、まさか彼の家だったとは。いえ、秋広くんは浜田社長の息子さんだったのですね。ああ、話は秋広と鈴木さんからある程度聞いたよ。薄着の格好で連絡手段も持たずに外を出た秋広を保護して、食事も取らせてくれたのだと。鈴木さん？秋広を迎えに行った若い女性だよ。うちの家政婦なんだ。ああ、あの人家政婦さんだったのだ。奥様なのかと思っていました。確かに気立てはいいがね。うちの妻は。失礼いたします。ああ、ちょうど来たよ。応接室に妙齢の女性が秋広くんと手をつないで入ってきた。彼女が母親ということか。所作が丁寧で物腰柔らかな女性に見える。後ろからあの家政婦さんも入ってきた。はじめまして、妻の真央と申します。この度は秋広くんを助けてくださってありがとうございます。いえ、とんでもないです。私が目を離したばかりに秋広くんを危険な目に遭わせてしまい、母親失格ですわ。落ち込む真央さんは心の底から悔やんで自分を責めているように見えた。秋広くんは距離を測りかねているようだが、彼女は本当に自分の息子を大切に思っているのだろう。直人お兄ちゃん、ありがとう。秋広くんが俺の隣に座ってくれる。どうやら好かれたようだ。俺はどういたしましてと言って浜田夫妻に向かって行った。心配されていたとは思いますが、あまり秋広くんを怒らないであげてください。いや、他人の俺が言うのもおかしな話ですが、彼は社長のことをとても心配していたようなので。ああ、聞いたよ。私の会社に来ようとしていたらしいね。はい。自分の病気のことも気にしていたようで。
だって、僕はダメな子だから。そう秋広くんが言ったとき、その場の全員が目を見開いた。どうやら自分の本心を口にはしていなかったらしい。秋広、どうしてそんなこと言うんだ？社長が悲しそうに尋ねると、秋広くんは俺に抱きついた。泣き顔を隠したいらしい。おえつ混じりでこう言った。だって、僕が病気じゃなかったら、前のお母さんも出ていかなかったし、みんなに心配かけなくていいのに。元気じゃなくて、一人でお父さんの会社にも行けない僕って、何の役に立てるの？秋広。社長は、俺の隣にいる秋広くんを抱き上げた。真央さんがハンカチを出して、秋広くんの涙を拭いている。確かに前の母さんは出て行ったが、もともと父さんと仲が悪かったんだ。彼女には子供を育てる覚悟も責任も持っていなかった。秋広が悪いわけじゃないんだよ。役に立つとか、そんなことは考える必要がない。だって、生まれてきてくれて、今こうして一緒にいてくれることが、何よりも父さんに幸せを与えてくれるんだから。本当？もちろんだ。寂しい思いをさせてすまない。父さんの会社に来るなんて、とても勇気のある息子だと思ってる。立派に育ってくれて嬉しいよ。ようやく笑顔を見せてくれた秋広くん。社長は、おやとつぶやいて、小さな額に手のひらをかざした。秋広、熱が出てきたようだね。もう休みなさい。でも、直人お兄ちゃんが来てくれたのに。俺はいつでも会えるよ。俺が声をかけると、秋広くんは分かったとうなずいた。社長は、秋広くんを家政婦の鈴木さんに託す。鈴木さん、秋広を頼む。かしこまりました。行きましょう、秋広くん。うん。バイバイ、直人お兄ちゃん。おやすみ、秋広くん。二人が退出すると、社長は寂しそうな顔をした。あの子があんなことを考えていたなんてな。それで無茶を。秋広くんは会社に行ってそばで応援したいって言っていました。お父さんが大好きだとも。そうか。それに比べて私はダメね。真央さんは秋広くんが出て行った扉の方を見つめている。私は最近秋広くんの母になりました。ですが、どうにも距離を感じていて、きっと、以前のお母様に出て行かれたことがショックなのでしょうね。そうだと思います。でも、秋広くんは人の優しさをしっかり感じ取れる子です。愛情はきっと伝わりますよ。ありがとうございます。真央さんはゆったりと微笑んだ。血は繋がっていなくとも、その笑い方は秋広くんそっくりだった。あなたのような方が、秋広くんと出会ってくれてよかったです。宮地さんは、主人の会社の方だったのですね。元ですが、俺が訂正すると、社長は渋い顔をして言った。鈴木さんから、君の名刺を見せられた時は驚いたよ。まさか君だったなんて。息子を助けてくれた君が、あんな事件を起こすなんて、何かの間違いじゃないかと思っているんだ。はい、間違いです。俺は身に覚えがありませんとずっと言い続けました。そうか。社長は申し訳なさそうな顔をした。社内の人間に聞いたが、音声記録のみの証拠で十分だと判断を下したらしい。しかし、君のように無償の愛情を向けることができる人格者は少ない。だから、君には会社に戻ってきてほしい。そうですか。でも、俺はもう会社を信用することはできませんよ。俺を信じてくれなかったんですから。そうだな。君の言う通りだ。だから私は再調査をすべきだと考えている。会社として誠意を示させてくれ。再調査ですか？ああ。君があの動画を撮ったのではないのなら、他の誰かが撮影したということになる。こちらで探し出す。だから、真犯人を見つけることができたら考え直してくれないか。
我が社には君が必要なんだ。社長が頭を下げて俺に言ってくれる。そこまでして俺は必要とされているのだろうと。自信を持っていいのだろうか。その時、母からのメッセージを思い出した。直人は自慢の息子なんだから胸を張って、と言ってくれた。わかりました。証拠と共に見つけてきちんと対応してくださったら考えます。ありがとう。ぜひ検討してくれ。一つだけ思い当たることがあるんですが、俺はあの動画を社内に広めた人物、西川のことを話した。根拠はないが、調査して損はないだろう。それから1週間も経たないうちに、社長直々に連絡が来た。やはり、例の動画の犯人は西川だったらしい。知人に協力を仰ぎ、俺の名前を出して音声を取って SNS に流したそうだ。大掛かりな自作自演で俺をはめたこと、そして社内の情報を漏洩したことで、西川は解雇だけでなく、裁判で訴えられることになった。動機はやはり、俺を貶めたかったのだそうだ。他者を下げても、自分がのし上がれるとは限らないし、もしも上の立場になったとしても、仮初めの立場だ。そんなことに気づけない西川を、哀れにも感じた。俺は、その後の社長からの説得で、会社に戻ることになった。俺を責め立てた部長や、人事部の人たちは気まずそうにしながらも謝罪してくれた。仲が良かった同期たちは俺の帰還を喜んでくれ、心機一転して仕事をスタートした。それから俺はたまに浜田家へ呼ばれることになった。家からなかなか出られない秋広くんの遊び相手として。これ、直人お兄ちゃんが作ったの？新作のおもちゃをキラキラとした眼差しで見つめる秋広くん。それは、俺が担当したものだった。試供品だが、社員は持ち帰ることができる。作ったっていうか、案を出したっていうか。すごい！僕も大きくなったら直人お兄ちゃんみたいになりたいな。将来に思いを馳せる秋広くんは、とても輝いて見えた。いい目標だな、秋広。ニコニコと、そんな秋広くんを見つめる社長と真央さん。今や俺は浜田家と家族ぐるみの付き合いをしている。秋広くんは俺に会う前と後で随分雰囲気が変わったそうだ。明るくなっていると真央さんも喜んでいた。あ、直人さん、今お帰りですか？秋広くんの部屋を出たところで鈴木さんに会った。下の名前はみゆきさんというらしい。相変わらず名前にぴったりの綺麗な人だ。はい、お邪魔しました。直人さんがいらっしゃると、不思議と家の中が暖かくなるんです。いつもありがとうございます。こちらこそ、温かいご家族に加われているみたいで、嬉しいです。それならよかったです。すると、鈴木さんは小さな紙を俺に差し出した。心なしか手が震えている。これ、私の連絡先です。今度お食事でもいかがでしょう？え？考えてくださると嬉しいです。それでは。鈴木さんは来た廊下を走り去ってしまった。残されたのは顔が真っ赤になった俺だけ。こんなことになるなんてな。その日の夜、母親と電話した時に、いい人はいないのと尋ねられて言葉に詰まった。一瞬、彼女は俺なんかでいいのだろうか、と考えたが、自分を卑下するのはもうやめたのだ。母の言う通り、自分に自信を持って堂々と胸を張って生きよう。その行動は自分だけでなく他人も明るくすることができる。そう信じて、俺は電話口の母に、実は、と、ここ最近の出来事について話すのだった。ここはお前みたいな役立たずの田舎のおまわりさんが来ていいところじゃないんだよ。さっさと田舎に帰れ、クズが。田舎の交番から警視庁に異動になった俺。警視庁で働くキャリア組。いわゆる
エリート同期のコウジは、田舎で働く俺をクズ呼ばわりしてきた。田舎で働いていても、同じ警察官だ。自分の仕事に誇りを持っている。内心ムッとしていると、コウジはさらに続けた。あれだろ？事件って言っても、近所のばあさんから家の修理頼まれたりする便利屋だろ？お前、給料泥棒もいいところだよな。それで警官だなんて、よく言えたもんだ。はははは。コウジが大声を出したせいで、周りがチラチラこちらを見てくる。するとその時、おい、誰に向かって口を聞いているんだ？警視官がこちらに駆け寄ってくるのだった。俺の名前は立花悟。生まれたのは東京だが、母子家庭だったために、母の生まれ故郷で育った。地元の高校、大学と進み、警察官になった。地元で世話になった人たちのためになりたいと思い、自ら進んで交番勤務をしている。おまわりさん、おはようございます。おはよう。気をつけていくんだよ。はーい。交番の前に立つ俺の目の前を、黄色い帽子をかぶり、ランドセルを背負った小学生の列が通り過ぎる。ここは過疎化が進む田舎だ。母が育った頃より、子供の数もぐっと減ったという。だが、はつらつとした子供たちと挨拶を交わすと、朝から元気がもらえる気がした。駐在さん、うちで採れた野菜だよ。ありがとうございます。農家のおじさんが採れたばかりの野菜をどっさりと持ってくることもある。交番で勤務している警官で分け合っても、食べきれないくらいの量だ。おかげで季節の野菜は買わずに済んでいる。事件など何十年も発生したことのない田舎。町中が顔見知りで、戸締まりの必要がないくらい治安がいい。人よりも野生動物の被害とか自然災害の時の方が忙しくなるくらいだ。警察官になって数年は都市部で働いていたこともある。だが、ほのぼのとした田舎での交番勤務の方が自分に合っている気がした。異動ですか？こんな時期に。極めて異例のことだが、上の方からの指示でね。ある日、所轄署から呼び出しを受けて出向いた。署長から直々に話があるのだという。県警を飛び越えて、警視庁上層部からの指示だということで、署長も驚いていた。俺は、極秘と打たれた書類を読ませてもらった。まるでフィクションのようだなというのが初めに受けた印象であった。だが、そこには俺に下された特別な任務と、指示を出した人物の名前がはっきりと記されていた。こちらでの勤務、気に入っていたんですけどね。君は近隣住民からの評判も良かったと聞いている。また戻ってくるのを待っているよ。署長は諦め顔の俺の肩をポンと叩いた。公務員である以上、上からの指示は絶対。断るという選択肢はない。どれくらいかかるかわからないが、今度の仕事にケリがつき、許されるならまた、交番勤務に戻りたいと思った。俺は久しぶりに上京した。想像を超える速さで、変わりゆく東京の街並み。大勢の人々が絶えることなく行き交っている。田舎暮らしに慣れきった今の俺には、懐かしいというより、戸惑いの方が大きい。なんとか地下鉄を乗り継いで、警視庁に向かった。内示が出ていた部署は、刑事部捜査2課だ。そこで懐かしい顔を目にした。よう、久しぶり。はあ？なんでお前が？野島浩二。同じ地元の同級生で、小中学校が同じだった。警察学校で再会後、同期として入庁した。階級は警部補だ。
ただ、昔から仲が良かったとは言えない。俺は母子家庭で、家庭環境が周りのことは違っていた。子供の世界は残酷で、からかいやいじりの標的になった。お前なんで母ちゃんだけなの？捨てられたの？うわ、こいつこんな小さい鉛筆使ってる。新しいの買えないんじゃん？いじめる側にいたのが、コウジだ。反論したかったが、俺が何か言うと、奴らが面白がるのは身をもって知っている。だから、俺は相手にしなかった。もっとも、俺は昔から運動神経が良く、足も速いので、うまく逃げ回っていた。コウジたちは、悔し紛れに俺のことを、逃げ足の悟と呼んでいた。そうやって、小学生の時の俺は、逃げることで自分の身を守っていた。何お前、今どこにいるの？感動村の派出所にいたんだけど。は？どこそれ？え？それってちゃんと交番なわけ？コウジのこの口調で、昔の嫌な記憶が蘇った。そうだ。コウジはこうやってニヤニヤ笑いながら、俺のことをよくからかっていた。あれだろ？事件って言っても、近所のばあさんから家の修理頼まれたりする便利屋だろ？お前、給料泥棒もいいところだよな。それで警官だなんて、よく言えたもんだ。俺は相手をしないように、そうだな、と小さくつぶやいた。だが、その態度が、コウジは気に入らなかったようだ。ここはお前みたいな役立たずの田舎者が来ていいところじゃないんだよ。さっさと田舎に帰れ。コウジが大声を出したせいで、周りがちらりとこちらを向く。すると、課長がこほん、と咳払いをして言った。野島、そのくらいにしろ。お前の同期だろ。課長、だって。立花、来て早々悪いが、早速仕事だ。野島と立花、お前たちは例の詐欺グループの件、二人で組んで捜査してもらう。紹介された後、俺はコウジとコンビを組むことになった。コウジは不満そうな顔をあらわにした。待ってくださいよ。なんで俺がこんな下っ端と組むんですか？うるさい。これは命令だ。一日も早く星を上げられるようにな。俺も上からつつかれてるんだよ。任せたぞ。オレオレ詐欺が世間を賑わすようになって久しい。最近はより巧妙に、より組織的になっている。捕まえたとしても、それは受け子や出し子など、ネットでスカウトされたバイト。主犯格は逃げおおせてしまうので、犯罪が絶えることがない。逃げ足の悟と組むことになるとはな。お前、容疑者を前にして逃げたりするなよ。お前昔っから逃げるのだけは得意だったからな。ついてねえな。俺のペアがお前みたいな田舎者でよ。かっこつかねえよな。廊下を歩きながら、コウジは俺をからかう。何かにつけて人を見下して、馬鹿にするのがコウジの悪い癖だ。相棒をそんな風にからかうとは、感心しないな。これは、次長？君は彼を何だと思っているんだ。立花君はね、検挙率ナンバーワンの凄腕のスターなんだよ。こいつが？まさか。後ろから声をかけてきたのは、東堂警視監だった。警視庁では次長職にあり、警視総監に次ぐナンバー2だ。突然現れた東堂警視監に、コウジは驚いて、警視監に向き直り敬礼をした。人によって態度を変えるところも相変わらずだな。わかりやすいやつだ。立花君、遠いところから呼んでしまってすまなかったね。
いえ、検挙率ナンバーワンの立花くんが来てくれたからには、もう大丈夫だな。一日も早く犯人を捕まえられることを期待しているよ。ここのところ、連続詐欺事件が多発している。マスコミも騒ぎ出しているんでね。はあ。しかし、お言葉ですが、立花が検挙率ナンバーワンだからといって、田舎と都会ではわけが違うと思います。そうだな。だから君と組むんだよ。君はこの辺の地理は詳しいだろう？立花くんにいろいろと教えてやってくれ。君たちのペア、期待しているよ。は！野島浩二、粉骨最新の思いで、任務に当たらせていただきます。一階の警部補が警視官から声をかけられる機会はあまりない。浩二は直々に声をかけられて、感動した様子であったが、俺に向き直ると、また俺を一別してきた。ふん、田舎のお前が検挙率ナンバーワンだからってな。イノシシでも検挙したのか？しょうがねえから先輩の俺が一からみっちり指導してやるよ。言っておくけど、ここは田舎のやり方は通用しねえからな。俺のやり方でやらせてもらうぞ。いいな。得意満面の顔をした浩二は、俺を部下扱いしてきた。浩二の父親は会社の役員で、家も金持ちだった。昔から自慢していたのを思い出す。今も性格は変わっていない。むしろ、順調に出世して、おごった性格に拍車がかかったようだ。だが、今はその方が都合がいい。俺はここのやり方わからないから、よろしく頼む。と、頭を下げた。赴任初日の夜、引っ越し荷物がまだ片付いてないので、早々に帰ろうとすると、おい、悟。俺様が田舎者のお前に都会の楽しみを教えてやる。浩二はそう言って、俺を強引に連れ出した。連れて行かれたのは、きらびやかなネオンが連なる夜の街。いわゆるキャバクラだった。警察官とはいえ、公務から離れれば飲むことはある。しかし、まさか女性のいる店に行くとは思わなかった。どうやら浩二は自分が行きたかっただけのようだった。ゆりちゃん、会いたかったよ。浩二はお気に入りのホステスを指名すると、俺そっちのけで話に夢中になっていた。ゆりという源氏名のホステスは、浩二が夢中になるだけあって、群を抜いて美しかった。あら、ご新規様ですね。よろしくお願いします。はは、よろしく。こういう店は慣れていないもので。あらやだ。かわいい。やだやだ。俺の方がかっこいいだろ。またいつものあれ、頼んであげるからさ。今日もいいの？いつもありがとう。どうやら浩二は、ボトルをキープしているらしく、酒を飲みまくっている。俺の方にも一人ホステスがついた。彼女に注いでもらって酒を飲む。詳しくは知らないが、酒やつまみの値段は居酒屋とは桁が違うだろう。浩二がわざわざおごってくれるとは思えず、会計が怖かった。聞くところによると、浩二は常連客らしい。ナンバーワンホステスであるゆりにご就寝で、彼女の気を引くために頻繁にやってきては、散財していくという。警察キャリアだから平均より収入がいい上、浩二の実家は裕福である。だとしても、財布が持たないのではないかと思った。まったく飲みすぎだろう。全然大丈夫だ。浩二は高い酒を頼んでは、はしゃいで飲みまくった。その挙句に酔いつぶれてしまい、肩を貸しながら帰るところだ。幸いなことに、帰宅するのは同じ官舎。俺は浩二の部屋まで連れて行った。部屋に入った途端、
浩二は床に倒れ込んで寝てしまった。大きないびきをかいて、起きる様子はない。よく寝てる。俺には都合が良かった。数日して、俺と浩二はある男を追っていた。受け子や出し子を捕まえても、指示を出した者とのつながりをつかめずにいた。だが、下っ端たちが持っていたスマホやパソコンを情報処理班が解析した結果、一人の男が浮上した。それが、詐欺グループの主犯格の一人と思われる足立だった。足立の潜伏場所が分かったらしい。すぐに追い込もう。待て。もう少し泳がせば、共犯が見つかるかもしれない。何を悠長な。張り込みに気づかれて逃げられるぞ。ようやく足立の居場所を突き止めた。すぐに身柄を確保することを提案したが、浩二はやけに慎重だった。結局、課長の判断を仰ぎ、捜査員を集めて突入が決定された。俺は息を潜めてその時を待っていた。その時、パリーンという大きな音が足立のアパートから聞こえた。突入寸前、足立が窓を破って逃走したのだ。待ち受けていた俺たちだが、浩二がもたもたして足立を逃がしてしまう。何やってんだ。コンビを組んで以来、俺をバカにして自分の活躍を自慢していたくせに、浩二は肝心なところでヘマをした。俺たちは慌てて足立を追う。日頃の不節制がたたったのか、浩二は途中でへばってしまった。俺は自慢の足を飛ばして、一人で追いかけた。くそ、しつこいやつだ。しつこいのが俺の心情でな。長く走り回って、体力の限界が来たのか、路地裏に追い詰められた足立は諦めたようで、最後はあっさり確保した。足立が一連の犯行を吐きました。おー、やったな。それと、あの件も認めました。そうか。いやー、さすがだな。上の肝入りで来てもらっただけある。俺に手柄を取られたのが悔しいらしく、浩二は終始不満顔だった。ただ、調書を確認した浩二は、ほっとしたような顔をしていた。課長をはじめ、捜査二課の刑事たちも、世間を騒がせた連続詐欺事件が解決したと喜んでいる。だが、俺の仕事は終わっていなかった。喜びの輪の中から、浩二がこっそりと抜け出たのに気づいた。課長を見るとうなずいていた。俺たち、ついにやったな。え？は？お前どうやって入ってきた？ああ、この前合鍵を作らせてもらったよ。俺たちペアだろ？お前、もう少し鍛えた方がいいぞ。あれぐらいでへばってたら、万引きのおじいちゃんだって捕まえられないぞ。お前は昔から運動苦手だったもんな。ふん、逃げ足だけのバカには言われたくないね。ところで、その手に持っているものは何だ？証拠隠滅か？気づかれないように部屋に入って声をかけたとき、浩二はひどく驚いた表情を浮かべていた。手元には、スマホと SD カードが無造作に置かれていた。心のどこかで、お前を信じたい俺もいたんだけどな。連続詐欺事件の重要参考人として、お前を連行する。何を言って。おい、やめろ。浩二は猛烈に抵抗したので格闘となり、部屋は嵐が去った後みたいにめちゃくちゃになった。俺だけでなく、課長の意を含んだ刑事も応援に駆けつけて、浩二は取り押さえられた。ふざけるな。証拠もなしにペアを疑うのかよ。床に押さえつけられた浩二は、切れた額から血を流しながら俺を見上げた。証拠はあるさ。初日に部屋に入った時、
お前のスマホから情報を抜き取らせてもらったからな。初日？あ、お前、刑事だったらもう少し飲み方考えた方がいいぞ。あんな姿晒してたら、お前の信用問題に関わるからな。そう告げると、浩二は愕然とした表情を浮かべてうなだれた。取調室に連れて行かれた浩二は、はじめは白を切っていた。だが、浩二名義のスマホやパソコンから動かぬ証拠を提示された以上、言い逃れはできない。数日間粘ったが、ついに白状した。足立は確かに主犯格であったが、その背後にいたのが浩二だ。過去の被害者リストの中から、再びカモになりそうな標的を知らせていた。さらに、警察の捜査情報まで漏らしていたというのだから、許しがたい。なかなか詐欺グループの尻尾がつかめず、被害が続いていることに、業を煮やした警視庁上層部は、内部に情報提供者がいるのではと疑った。その筆頭が浩二であった。浩二はキャバクラでホステスに入れ上げたあまり、借金がかさんでいた。足立たちから巻き上げた金の中から、少なくない金額を受け取って、返済に充てていたのだった。今回はそんな役回りをさせてすまなかったな。だが、きっちりと成果を上げてくれた。本当に助かったよ。いえ、とんでもないです。俺は警視庁の次長室に呼ばれて、東堂警視監から直々に礼を言われた。浩二を泳がせながら監視するペア役として、俺が選ばれたのには理由がある。ガキの頃からの付き合いで、ずっと俺を見下していた。そんな俺なら、油断して隙を見せるのではないかという判断だった。まさか、初日の夜から酔いつぶれて、絶好の機会が巡ってくるとは思ってもみなかった。おかげで合鍵を作り、スマホとパソコンのデータを抜き取ることに成功した。数日間の調査で、浩二が真っ黒であることが判明。その矢先に、足立の潜伏情報が警察に知れてしまったのは、浩二にとって予想外であったらしい。突入前に捜査情報を漏らして、逃走を手助けしたことも分かっている。警視庁では、捜査関係者が関わった不祥事であることを重く見ている。さすがに隠し通すことはできず、浩二の懲戒免職と合わせて、刑に服することが発表される見通しだ。いやー、本当によくやってくれた。東堂警視監が近づいてきて、俺の肩を軽く叩いた。若い頃は、刑事部や組織犯罪対策部に所属して、凶悪犯を相手に一歩も引かず活躍してきた人だ。こわもてで、がっちりした体格。凄みのある雰囲気も相まって、鬼の東堂と呼ばれていた。そんな彼が珍しく柔らかい表情をしていた。その雰囲気は俺にとって、遠い記憶を呼び起こした。サトルも立派になったな。母さんは元気か？はい。農作業の傍ら、婦人会でも地区代表に選ばれて、忙しいようです。今は俺たちだけだ。気を使わなくていい。東堂警視監は、俺の実の父親である。俺がまだ3歳くらいの時に離婚した。とは言っても、夫婦仲は円満であった。当時は新宿を中心に、密入国してきた外国のギャングと、日本のヤクザが島をめぐって激しい争いを繰り広げていた。民間人にも犠牲者が出たことがある。もちろん、警察だって黙ってはいなくて、厳しく取り締まった。当時の父は、組織犯罪対策部に所属していて、何人ものギャングやヤクザを検挙したらしい。その中に、ボス格がいたらしく、恨みを買ってしまった。特に、外国のギャングは手段を選ばない。ボスを釈放しないと、
家族がどうなってしまうかわからないぞと脅迫されたらしい。大切な家族に被害が及ぶのを恐れた父は、苦渋の決断を下して離婚の形をとった。母と俺は東京から遠く離れた母の故郷で暮らすことになったのだ。何年も経って落ち着いた頃に父と再会することができた。だが、その頃には田舎の暮らしに母と俺は慣れてしまっていた。父も出世して忙しい立場となっていた。形としては復縁しなかったが、年に数回家族として会っている。たまにしか会えない父であったが、見た目と違って家族を愛する優しい人だった。そんな父に憧れを抱いたのがきっかけになったのかもしれない。高校の時に俺が警察官を目指すと打ち明けた時、父は非常に喜んでくれた。ところで、東京の生活には慣れたか？いや、東京は何もかもせかせかしすぎて、田舎の方が俺には合っているかな。この件の後始末が終わったら、俺は元の所轄に、いや、出向ではなく、正式に警視庁の所属にさせてもらうつもりでいる。話が違う、と抗議したが、父はニヤニヤ笑っていた。息子が警察官を目指すと知った時は嬉しかった。今まで遠く離れていたのだ。もう少し、目の届く場所で、息子の活躍を見守ってやりたい。これは、父としてのわがままだ。弁解するように言った。そういうわけで、俺はその後も、捜査二課で捜査に励む毎日を送っている。都会であろうと、田舎であろうと、勤務態度が変わるわけではない。ただ、今は父の期待に恥じないように頑張っている。早期退職者、無能な大塚が一番の適任者じゃないか。まるでそれが、みんなの総意と言いたげな同僚の顔を、俺はただ眺めていた。その声に呼応するかのように、周りもざわざわし始めた。そうだよな。一番成績悪いの、大塚だし。あいつには悪いけど、ここで立候補してくれたら、いつもの朝礼のはずだった。突然部長から早期退職の話が振られ、騒然となったこの場で、話題に上がったのは俺の名前。他のみんなの反応からしても、俺が望まれているのは明白だった。名前が上がった大塚くん、どう考えているのかね？どう考えているかね？まるで答えを促すかのような部長の言葉。俺は心を決めた。やめます。部長はニヤニヤと笑い、他のメンバーは安堵の表情を浮かべた。ただし、後で俺にすがってきても知りませんからね。そう。後で後悔しても遅いんだ。それを部長は身をもって知ることになる。はあ、今日もダメだった。どうしよう。昼下がりのオフィス街、行き交うビジネスマンたちの間を、とぼとぼと歩く俺、大塚良二。営業で訪れた会社からの帰り道。大塚さんにはいろいろと助けてもらってるんだけど、今回の契約の話は申し訳ないね。今日の営業先の担当者からの言葉を思い出し、長いため息が出る。今回で一体何連敗だろうか。よう、大塚。しょぼくれた背中して、またうまくいかなかったのか？目の前には、スーツの似合うイケメンが立っていた。俺の同僚の代々木悪人だ。会社の営業部の中でトップの成績を収める。いわゆるエリート
というやつだ。代々木。情けない声出すなよ。また頑張ればいいだろ。何回失敗しても、しぶとく営業部に居続ける図太さがお前の売りなんだからさ。そう言って、俺の肩をポンポンと叩いてくる。慰めの言葉の中に嫌味を混ぜてくるのが代々木という男だ。ああ、そうだな。そうそう。とりあえず会社に戻って散らかった書類の整理でもして気分転換したらどうだ？俺は次の営業先へ行ってくるよ。先方も俺を気に入ってくれてるから今回も楽勝だけどな。そして颯爽と俺の前から去っていった。代々木が言っていた通り、あいつは今回も契約を取ってくるだろう。代々木は営業部部長の甥っ子で、傍から見てもひいきされている。あいつが受け持つ案件は、どれも契約間違いなしのものばかりで、それを回しているのは、叔父の部長というからくりだ。だから代々木は入社以来ずっとトップの成績。部長が失墜しない限りは、守られたトップの座、というわけ。俺はもともとは開発部希望だった。しかし、入社当時は開発部に新人を入れる枠はなく、希望は叶わず営業部配属となった。気弱で口下手な俺に、営業ができるかは誰が見ても明らかだった。実際に営業で訪れると、仕事以外の話題では盛り上がるのだが、契約の話になると、途端にうまく喋れなくなる。これまで何度も開発部への異動願いを出してきたが、その度に却下されてきた。いつか結果が出せる日が来るはずだから、もう少し頑張れ、と、部長の言葉を受けて努力してきたが、結果は出せずじまい。俺はやっぱり営業には向いてない。でも、もう一度頑張ってみよう。せめて一件契約を取るんだ。そしてまた開発部への異動をお願いしてみよう。会社の前で開発部のある階層を見つめながら、俺は気合を入れ直した。大塚、また契約が取れなかったんだってね。ああ、まったく、これで何件目だ。こんなにも使えんやつだとは。ある日の休憩スペースで、営業部部長の品川がため息混じりにこぼす。代々木はニヤニヤと笑っていた。そんなお荷物を移動させずに、わざわざ自分のところに抱えてるのはおじさんじゃん。まあ、お荷物なりに使えはするからな。そう言うと、品川は嫌な笑いを浮かべた。お前のミスはあいつが肩代わりしてくれるし、最下位の人間がいるおかげで、お前の営業成績もさらに輝いて見えるしな。飲み干したコーヒーの缶をゴミ箱に投げ入れ、代々木の方へと笑みを返す。あいつにはここにいてもらわないとな。そして、アクトのためにもっともっと働いてもらわなければ。ま、用が済めば、いつでも厄介払いできるさ。へへへ、おじさん悪い人だな。かわいい甥っ子のためだからな。誰もいない休憩スペースに、二人の嫌な笑い声が響いた。数日後、時期外れではあったが、営業部に一人の新人が配属された。開発部より移動してまいりました。神田優子と申します。営業は未経験ですが、頑張りますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。部長の隣で挨拶をする神田さんを見て、営業部全体がざわついていた。今の時期に移動って珍しいね。開発部だってよ。頭良さそう。めちゃくちゃ美人。一緒に仕事できるとか最高。ひそひそと様々な声が聞こえてくる。確かに、
神田さんは凛とした佇まいが美しい人だった。みんなが見惚れるのもわかる。あの代々木も神田さんのことをずっと見つめていた。では、神田くんの教育係だが、僕が受け持ちましょう。部長がそう言葉にした瞬間、ものすごい勢いで代々木が手を挙げた。その食いつきにみんなが呆然としている中、一人で喋り始めた。営業部トップの僕が教育した方が神田さんのためになります。何より一目見てわかる彼女の聡明さを理解して導いてあげられるのはこの僕しかいない。そして神田さんの手を無遠慮に握ろうとしたその時だった。いえ、結構です。私、大塚さんに教育担当になっていただきたいので。代々木のことは完全にスルーして、僕の目の前へと駆け寄って、深々とお辞儀をした。大塚さん、どうぞよろしくお願いします。え俺は事態が飲み込めず慌てる。さらに事態が飲み込めていないのは代々木だ。代々木は突然のことに呆然としていたが、神田さんが俺の前へ来たことで我に返ったようだった。なんで大塚に？そいつは営業部の中でも最下位の成績のやつなんだ。君が教わることなんて何も。いえ、私は大塚さんに憧れてこの会社に入社しました。だから、どうしても大塚さんに教えていただきたいんです。代々木の言葉を遮って、放った神田さんの言葉に、俺だけでなく、そこにいた全員が驚いた。憧れ？何かの間違いなんじゃ、と思ったが、俺を見る神田さんの目が、嘘じゃないことを物語っていた。ざわつく部署内の空気をものともせず、神田さんは部長の方へと向き直る。品川部長、私の教育係は大塚さんにお願いしたいです。よろしいでしょうか？そうだな。大塚くんなら時間もあるし、神田さんの希望もあるなら、それで構わないよ。部長も神田さんの勢いに負けたのか、申し出をあっさりと了承した。その言葉に、代々木が何やら言いたそうにしていたが、教育係が無事に決まったということで、解散となった。神田さん、これからよろしくね。代々木の言う通り、成績の良くないダメダメな俺じゃ、教えられることは少ないと思うけど、何かあれば言ってください。自分で言ってて、自己嫌悪に陥りそうだ。なんでですか？大塚さんは営業成績は良くないかもしれませんけど、だからって、大塚さん自身がダメなんてことはありません。そうかな。そう言ってもらえて嬉しいけど、本当に俺は気も弱いし、喋りも上手くないから、ちゃんと教えられるかどうか。気が弱くても、お話が上手じゃなくても、大塚さんには他にもっと素敵な部分があるんです。私はそのどれもが大塚さんの個性だと思っています。その人が持つ個性を馬鹿にするようなこと、私はしません。神田さん、ありがとう。大塚さんとご一緒できて本当に嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いいたします。神田さんがニコッと笑う。俺自身を見てくれていると感じる言葉をもらったのは久しぶりで、俺も笑顔になった。それから、俺は神田さんの教育係として、書類の保管場所や簡単なマニュアル、営業へ行く際の注意点などを教えた。彼女は理解が早く、あっという間に仕事を覚えていく。すぐに俺の力なんか必要なくなるだろうと思えるほど、神田さんの成長は著しかった。教育の合間に質問や休憩中の他愛のない話で盛り上がることも多く、いつの間にか
神田さんと過ごす時間はかけがえのないものになっていった。やっぱり、大塚さんのお話は勉強になります。そう言って笑う神田さんの笑顔が眩しかった。もっと見ていたいと思うほど、俺の中で神田さんの存在は大きくなっていた。俺は意を決して彼女を誘うことにした。あのさ、神田さん、俺の呼びかけにまっすぐな瞳を返してくる神田さんにドキドキして言葉がうまく出てこない。今頑張らないでどうする俺。よかったら、今日の帰りにご飯でも一緒にどうかな。最後の方は声が裏返った気がするが、神田さんの返事が気になって、それどころではなかった。沈黙が流れる。やっぱりダメか。俺みたいな奴に言い寄られたら気持ち悪いよな。行きます。ご一緒させてください。すみません。嬉しくてつい声が。今まで聞いたことのない大きさの返事が返ってきた。恥ずかしそうに口元を隠す神田さんの顔を見て、俺は安堵した。よかった。断られるかと思ったよ。極度の緊張と、その後の安堵から思わず本音が漏れてしまった。断るなんてとんでもない。そんなことしたら罰が当たります。そんな大げさな。当たりますよ。大塚さんからのお誘いを断るなんて、恐れ多いです。大げさな言い方に苦笑していると、神田さんはデスクの上の小物入れが倒れそうな勢いで立ち上がり、反論してきた。普段はクールで理知的な感じの人だが、俺と話していると、たまにこういった面を見せてくれる。これが彼女の素なのかはわからないが、普段と違う一面が見れて、俺は嬉しくなる。そんなに持ち上げなくても、ちゃんと俺がおごるから、安心してよ。いえ、そんなつもりじゃなくて。俺の言葉に慌てる神田さんが可愛い。ちょっと格好悪かったけど、誘えてよかった。神田さんの能力ならば、教育係の期間はきっと短いはずだ。独り立ちしたら、きっと今みたいに話したりはできないだろう。だから、今だけでも、神田さんと一緒にいる時間を作りたかった。その思い出があれば、これから先、頑張れそうな気がした。その日の午後、部長の指示で、神田さんは代々木と営業先へ挨拶に行くことになった。明日から少しずつ営業先を回るため、その練習といったところだろう。少し緊張した面持ちで、外出の準備をしている神田さんに声をかけた。大丈夫だよ。初めてで緊張するだろうけど、今日は代々木も一緒だから、付き合いの長い会社のはず。安心して行っておいで。はい。今日の約束を糧に頑張ってきます。小さくガッツポーズをして、行ってきますと俺に挨拶をし、代々木と共に神田さんは部署を出て行った。二人が出て行ってから数時間。退勤時間はとうに過ぎ、次々にみんなが退社していく。俺は退勤時間間際に、部長から大量の書類作成を頼まれ、黙々と作業していた。まだ神田さんと代々木は戻っていない。部長からの仕事も終わらせ、スマホを確認するが、連絡は入っていなかった。やっぱり俺とは行きたくなかったってことかな。しばらく待ってみたが、諦めて帰宅の準備をする。会社を出ると、外は真っ暗だった。季節は冬へと変わろうとしていた。神田さんとの約束で浮き足立っていた俺の心もすっかり冷え、とぼとぼと駅への道を歩いた。あまりの寒さに一杯だけ飲もうかと
入れそうな店を探していた時だった。少し先の薄暗い路地裏の方から声が聞こえた。酔っ払いの喧嘩かとも思ったが、もし人が倒れていたらとも考え、その路地裏へと近づいた。男女の声が聞こえてくる。なんだ、血は喧嘩か。緊張していた体から力を抜き、そこから離れようとしたとき、やめてください。女性の大きな声が聞こえてきた。その声を聞いて、俺は足を止めた。いいじゃん。俺いい店知ってるし、いいホテルも知ってるよ。次に男の声が聞こえてきて、俺は猛然と走り出した。嫌です。話してください。女性の拒絶の声と同時に、俺は路地裏へと駆け込む。神田さん、大丈夫？お塚さん？は？なんでお前がここに？そう、路地裏にいたのは神田さんと代々木だった。暗くてよく見えないが、神田さんの体はかすかに震えていた。その姿を見て、俺は代々木へと怒りを向ける。お前、何やってるんだ？彼女、怯えてるじゃないか。俺の土器に驚く代々木だったが、俺の態度が気に入らず、声を張り上げる。お前には関係ないだろ。俺は神田さんと話をしてるんだ。関係ない奴は引っ込んでろよ。関係なくなんてない。神田さんがひどい目に遭っているのに、放ってはおけない。俺たちの声に気づいた通りすがりの人たちが何事かと集まり始めた。別にひどいことなんてしていないだろう。神田さん、また明日ゆっくり話そう。大塚、お前覚えてろよ。そう言って、逃げるようにその場から立ち去っていった。くそ、なんであいつが、まだ会社にいるはずだろ。おじさん何やってんだよ。逃げていく際に、何か言っていたような気がしたが、後ろにかばった神田さんが、俺の腕を掴むのに気づき、彼女に声をかける。神田さん、大丈夫？ここは暗くて危ないから、もう少し明るいところに行こう。集まってきた人たちに頭を下げながら、俺たちはその場を離れ、駅前のベンチへと向かった。近くの自販機から温かいココアを買って神田さんへと渡す。暑いから気をつけてね。持っているだけでも少しは体が温まると思うから。うつむいたままの神田さんの隣へ腰を下ろす。大塚さん、ありがとうございます。ご迷惑おかけしました。いつもの神田さんの声と違う。沈んだ声に俺は胸が痛くなった。神田さんは何も悪くない。だから謝らないで。ね。できる限り優しい声で話した。これ以上彼女を怖がらせたくなかった。挨拶回りが終わって、会社に戻ろうとしたら、代々木さんに食事に行こうと誘われて、でも私、大塚さんとの約束があるからって断ったんですけど、代々木さんが返してくれなくて、どこかに電話した後、大塚さんはまだ会社で仕事をしているから終わるまで待とうと言われて、近くで飲むことになってしまって。俺が渡したココアを見つめながら、神田さんは話を続けた。時間が経って、さすがにこれ以上はと思って、代々木さんにお礼を言って帰りますと伝えたんです。でも、お店を出たら、あそこに連れて行かれて、そこまで言うと、その時の恐怖を思い出したのか、体の震えが大きくなる。お酒も入っていたからか、代々木さんが少し怖くて、何度もお断りしたのに肩をつかまれて、怖くて
動けなくなって。彼女の涙声を聞いて、俺は何とかしたいと思った。神田さん、怖かったよね。もっと早く助けてあげられなくて、ごめん。声をかけると、神田さんは顔を上げた。その瞳には涙が溜まっていた。そんなことありません。大塚さんは私を助けてくれました。あの時、大塚さんが来てくれて、私、次の瞬間、神田さんは俺にしがみつき、体を震わせながら泣いていた。よほど怖かったのだろう。俺はその涙と震えが収まるまで、神田さんの背中を優しく撫で続けた。しばらくそのまま過ごすと、神田さんも落ち着きを取り戻していった。すみません。私、大塚さんにご迷惑を。俺のことは気にしないで。それより、神田さんは大丈夫？はい、もう大丈夫です。大塚さんがそばにいてくれたので。そう言って微笑む。よかった。もうこんな時間だね。家まで送るよ。立てる？いえ、そんなことまでは。終電がまだある時間とはいえ、怖い思いをした女性を一人で返すことなんてできなかった。いいから、遠慮しないで。これも教育係の仕事だと思ってくれればいいから。ありがとうございます。そして駅へと向かうため立ち上がる。大塚さん。遠慮がちに、俺を呼び止める神田さんの声。どうしたの？もしかしてどこか痛いところがある？いえ、そうじゃなくて、今日の約束なんですけど。ご飯の約束だね。気にしなくていいよ。俺も楽しみにしていたから残念だったけど、神田さんの介抱の方が重要だったから仕方がない。また今度、明日にでも行きましょう。今日のお礼もさせてください。うん、もちろんだよ。俺の言葉で、神田さんは笑顔になった。その顔が少し赤かった気がしたのは、きっと俺の見間違いだろう。翌日、出社するとすでに神田さんが来ていた。挨拶を交わし、神田さんの様子を見守る。テキパキとデスクの上を整理しながら仕事の準備をする姿はいつもの彼女の姿だった。ほっとして自分のデスクに向かい準備を始める。すると部長と代々木が一緒に出社してきた。特別珍しいことでもないのだが、昨日のことがあったので、俺は代々木のことを注視する。俺の視線に気づいた代々木は、ふんと鼻を鳴らし、嫌な笑いを浮かべながら、俺のことを見ていた。では、朝礼を始める。部長の声かけで、みんなが立ち上がった。いつも通り、朝礼が終わり、業務開始となるはずだった。でもこの日は違った。部長から驚愕の言葉が告げられる。みんなも知っているように、今我が社は大事な時期を迎えている。そこで各部署から数名の早期退職者を募るようにとの指示が出た。早期退職。その言葉を聞いて、部内がざわつく。会社が経営不振で大変な状況らしいという噂は少し前から騒がれていた。誰か希望者はいないかね？みんなの前で話す部長の視線がやたらと俺の方へと向いている気がした。大塚くん、君はどう思う？そう言うと、にやりと嫌な笑顔を俺に向けてきた。部長の言動に周りがざわついた。これはつまり、そういうことなのか？呆然とする俺の視界の端の方で、代々木も部長と同じ顔で笑っているのが見えた。ほんと、そっくりだな。
ぼそりと低くつぶやく。誰にも聞こえてはいないと思うが、俺の口が動いたことで部長が反応した。大塚くん、何かあるなら言いたまえ。話を聞こうじゃないか。部長の言葉に間髪入れず、代々木が同調してきた。会社の足を引っ張っているのが誰か。鈍いお前でも察しがつくだろう。だが、そんな二人の言葉を遮ったのは神田さんだった。待ってください。部長や代々木さんの言い方は誘導じゃないですか？こんなやり方は卑怯です。一歩前に進み、さらに反論を言い募る。それに、たった一人の成績不振が、これだけ大きな会社を傾かせるんですか？そんなわけないですよね。今ここであなた方がやっているのは、ただのいじめですよ。神田さんの抗議の声を聞いても、部長と代々木の顔の笑みは消えなかった。そう、まだ入ったばかりの神田さんにはわからないのかもね。でもここのみんなはどうだろう。代々木はそう言うと、部署にいる全員を見回した。上からの指示により、各部署で自主退職者を募るということだ。ということは、この営業部からも最低一人は出さなきゃいけない。それなら、誰が一番適任だと思う？まるで演説のように、声高に叫ぶ。みんなは僕に及ばないにしろ、それなりに契約は取ってきている。営業部として仕事を果たしているんだ。でも、うちの部署にはたった一人、何もしていない奴がいる。違うかい？代々木の言葉に、俺と神田さん以外の全員が顔を見合わせながら話し始める。確かに、一番成績悪いの大塚だし、大塚くん悪い人じゃないんだけど、こういう状況だし、ね。辞めるって言ってくれたら、みんな助かるかもな。みんなの声があちこちから聞こえてくる中、代々木は俺の顔を見てにやついている。これであいつも自分がこの部署のお荷物だって自覚しただろう。無能な大塚が辞めたって会社としては痛くも痒くもない。でもこの会社を辞めたらあいつは生きていけないはず。早く俺に懇願しろよ。お願いします。辞めさせないでください、代々木様ってな。そうしたらやたらと大塚に懐く神田さんだって、俺の方へ来るはず。代々木の思惑はなんとなく読めた。あいつは単純だから、顔に感情がすべて出る。今も、俺が土下座して許しを請う、とでも考えているんだろう。昨日、俺が神田さんを助けたことも根に持っているはずだ。この考えが限りなく正解に近い気がして、ため息が出た。名前が挙がった大塚くん、どう考えているかね？代々木の言葉を否定することもなく、まるで答えを促すかのような部長の言葉を聞いて、俺の心は決まった。わかりました。今日限りでこの会社を辞めます。俺の言葉に、部長は顔の笑みをさらに深くし、周りのみんなは安堵の表情を浮かべた。代々木は驚愕していた。お前、本当に辞めるつもりか？そこまでバカだったのか？やはり、俺の予想通りだったか。本当に辞めると言い出したことで、慌てているようだった。部長がそんな代々木に声をかける。おい、ヤクト。いや、代々木くん。彼が辞めてくれるなら万々歳じゃないか。部長としては、上からの指示も守れて、お荷物社員も切れて、一石二鳥だと思っていたんだろう。部長らしい考えといえばその通りだ。だが、ここで誤算が生じる出来事が発生した。大塚さんが辞めるのなら、
私も自主退職者として志願します。神田さんがそう宣言したのだ。これには部長も代々木も大慌てだ。いや、神田くんは困るよ。うちのエース予定なんだから。それにもう大塚くんが志願したんだ。これ以上は。神田さんが大塚に付き合う義理はないよ。君はこれから僕が手取り足取りレクチャーしてあげるから。部長、先ほど数名を募っているとおっしゃっていましたよね。ならば、私が志願することは何も問題がないはずです。神田さんの意志は固く、毅然としたその表情からも、その考えを改める気がないことは明白だった。私は大塚さんがいるから、この会社に入りました。その大塚さんが辞めるのであれば、私もこの会社に残る理由はありません。神田さんの言葉に代々木が反応した。どうしてそんなに大塚にこだわるんだ。こんな何もできない無能な奴なんか。まだ俺をなじり続ける代々木に、神田さんはため息をつく。部長、代々木さん、そしてこの部署の皆さん、いえ、この会社の人全員が大塚さんの凄さを分かっていません。大塚さんは、あの大人気アプリ、ピュアスリープの開発者です。会社に在籍しながら、たった一人でこのアプリを開発し、発表するや否や、瞬く間に話題になり、その後多くの会社と提携し、今では世界中でダウンロードされています。噂では、このアプリで1億稼いだと言われていますね。大塚さんは、この界隈では超がつくほどの有名人なんですよ。私も在学中に大塚さんのインタビュー記事を読んで、この人から学びたいと思って猛勉強しました。そして、大塚さんが勤めているこの会社を受けたんです。ピュアスリープの名前が出た途端、ざわめきが広がった。嘘、あのピュアスリープ？私もスマホに入れてるよ。俺の周りで入れないやつなんていないよ。そんな声があちこちで聞こえてきた。でも、開発部に配属されても、大塚さんはいなかった。調べたら、まさか営業部に在籍しているなんて。この会社は何をしているんだと思いましたが、ここでの大塚さんへの対応を見てはっきりしました。この会社に大塚さんはもったいない。神田さんが自分のデスクをバンと叩く音が響いた。私の能力を買っていただいたようですが、あなた方の下で働きたいとは思いません。人事へ直接自主退職を希望すると話してきます。そう言うと、自分のデスクを手際よく片付け始めた。神田さんの話を聞いて、固まっていた部長と代々木だったが、一足早く、その呪縛から解けたのは部長だった。大塚くん、そんなに凄腕なら、なぜもっと早く言ってくれなかったんだね。今、我が社ではシステム面の強化が上の方で大変話題になっていてね。君も興味があるだろう？先ほどまでの態度と打って変わって、油ぎった顔を近づけながら、俺へと詰め寄ってくる。確かに、興味がないと言えば嘘になります。改善案も提案できますが。おー、そうか。ならば今すぐにでも私と共に上層部へ掛け合おうじゃないか。どこをどう聞いたら、俺が了承したように聞こえるのだろうか。自分に都合よく解釈しすぎだ。俺はたった今辞めると宣言したので、手伝うことはできかねます。俺の回答に納得がいかない部長が食い下がる。そうだ。開発部への異動希望を出していたね。その希望を受理するよう、開発部へ私が掛け合ってあげよう。入社当時からの念願だったのだろう。その口利きの代わりに、どうか私の功績として上の方に。そんな魂胆か。見え見えだ。
今まで散々異動願いを蹴っておいて、どの口が言うんだか。確かに開発部に行くことは俺の念願でした。でももう結構です。もう一度言いますが、俺はこの会社を辞めます。なので無理です。そして俺は神田さんと同じように自分のデスクを整理し始めた。大塚くん、どうか考え直してくれないか？この通りだ。頼む。おじさん、一体どうしたんだよ。こいつなんかに頭を下げるなんて。大塚にできるくらいならシステマなんちゃらなんて俺がやってやるよ。俺だったらすぐに、バカを言うな。お前みたいな顔だけの中身が空っぽのやつに、システム開発なんてできるわけがないだろうが。そもそも営業の仕事だって、私が手を回しているからやれているくせに、わかったような口を聞くな。私の昇進のチャンスを邪魔するんじゃない。俺は優秀だ。たとえおじさんであっても、今の発言は許せない。何度でも言ってやるわ。バカは黙っていろ。今はお前のような大バカ者に構っている時間はないんだ。ギャーギャーと醜く言い合っている二人を尻目に、俺と神田さんは荷物をまとめ終え、部署のみんなへと一礼し、人事部へと直行。無事に自主退職の希望は通った。こんな会社とはおさらばだ。さーて、これで晴れて自由の身、ハッピーライフの始まりだ。何をするにも自由ですもんね。確かに、ワクワクしちゃうかも。ははは、神田さん前向きだね。神田さんと一緒に会社近くの公園で談笑する。さてこれからどうするか、思案する前に、神田さんへ頭を下げる。神田さん、俺の退職に巻き込んでしまう形になって、申し訳ない。顔を上げてください。退職を決めたのは私自身の意思です。大塚さんがいない会社にいる意味がないのも本当ですから、気にしないでください。そう言って、ニコッと笑う。明るい日差しの下で見る神田さんの笑顔は、とびきり綺麗だった。ありがとう。神田さんが本当に憧れていてくれたなんて、びっくりだけど、あの時みんなの前で言ってくれて、嬉しかったし、気持ちが救われたよ。俺のことを見てくれる人がここにいたんだってね。営業部に俺の居場所はなかった。みんな俺を表立って悪くは言わないけれど、部長や代々木に睨まれることを恐れて、俺のことをかばってくれる人はいなかった。そして今日のあの騒動で、みんなの気持ちが分かってしまった。だけど、神田さんだけは違った。ただ一人、俺のことを肯定してくれた。それが本当に嬉しかったんだ。大塚さん、これからのことなんですけど。何かいい案はある？二人で起業しちゃいませんか？あれから1年、二人で奔走し、小さなシステム開発の会社を立ち上げた。お互いのつてを頼りながらではあるが、協力者、出資者が現れ、経営は徐々に軌道に乗り始めている。順調なのは仕事だけではない。神田さんと一緒にいる時間が増えたことで、以前よりもっと仲良くなれているのは気のせいじゃないはず。彼女のことを考えると、自然と口元が緩んでくる。大塚さん？何考えているんですか？うわ！唐突に、後ろから声をかけられて、思わず声が出た。椅子から落ちそうになるなんて、相当考え込んでいたんですね。そんなに難しい案件なんですか？いや、まあそんなとこ。でも大丈夫だよ。俺が本当は何を考えていたか、知られたら恥ずかしすぎるので、なんとかごまかす。もしキリが良ければ、こっちで休憩しませんか？母がお菓子を持たせてくれたんです。
ふ俺のお腹が鳴った。そういえば、作業に集中して昼ご飯を食べ忘れていたことに気づく。ふふふ。大塚さんのお腹はいつも正直ですね。こっちでお茶にしましょう。そう言って、俺の手を優しく引く神田さん。二人で向かい合いながら、一緒にティータイムにすることにした。そういえば、品川部長と代々木さんの話、聞きましたか？神田さんが綺麗な所作で紅茶を入れながら、俺に聞いてくる。久しぶりに聞く名前。ああ、この前社長から連絡があったよ。二人とも会社を辞めたってね。俺たちが会社を立ち上げて3ヶ月が経った頃、勤めていた会社から話を聞いてほしいと連絡が入った。あれから会社の業績は好転することはなく、悪化の一途をたどっていた。特にひどかったのが、システム面の脆弱性と、社員モラルの低下で、社内費のはずの情報が外部に漏れる。ハラスメントの横行など、会社として致命的な欠陥が次々に発覚した。即時対応が不可欠ということで、まず白羽の矢が立ったのが俺たちだった。俺が在籍中からアプリ開発で評価を受けていたことが社長の耳にも入り、俺が辞めた経緯など詳細が伝えられた。そして謝罪とともに会社のシステム強化に協力してほしいと正式に依頼を受けたのだ。会社を訪れた社長や専務の対応を見て誠実さを感じた俺と神田さんは仕事を受ける代わりにある条件を出した。品川部長と代々木の悪行の数々を調査し、二人がどれほど周りへ悪影響を与えていたか知ってほしいと。厳密な調査と厳しい処分を約束してくれたその言葉を信じ、俺たちは社内外のエンジニアたちと協力してシステム改善を図り、セキュリティ面の大幅な強化、業務のスマート化、情報共有システムの構築などを行った。その結果、会社の業績と信頼は回復し始めている。その後も業務提携は解消せず、いい関係を続けさせてもらっている。そして先日、品川部長と代々木の調査が完了し、ハラスメント行為、一部取引先との黒い関係、不正経理処理など、多くの証拠が発見され、懲戒解雇処分が決定したそうだ。遅くなってしまい申し訳ない、と社長からは、過去のことを含め、改めて謝罪されたが、あの二人が会社から断罪されたのなら、それでいい。もう俺たちには関わりのないことだ。神田さんが入れてくれた紅茶を味わおうと、ミルクに手を伸ばすと、彼女と手が触れてしまった。ごめん。いえ。重ねた手から、神田さんの思いが俺に伝わってくる。気持ちを伝えるなら今しかない。神田さん、こんな俺についてきてくれて、どうもありがとう。今の俺があるのは、神田さんのおかげだよ。よかったら、俺と結婚を前提に付き合ってくれませんか？はい。私も大塚さんのことが大好きです。俺の告白を聞いて、神田さんは今までで一番の笑顔を見せてくれた。二人で顔を寄せ合う。これからは二人で一緒に支え合っていきましょうね。新しい約束を交わして、これからを共に生きていこうと誓い合った。今日はその記念の日だ。